おはこんばんは。It's Sega and Brain の聖子だけです。ブレンも一応います。Hi ブレン。で、今日はちょっとあることを皆さんとシェアしたいと思って動画を撮っています。で、その内容は自分がアメリカに来て感じた言葉のギャップ、今回ちょっと取り上げるのは2つのある言葉についてなんですけど、1つはなんかいざ言葉にするってなると恥ずかしいね。そう、一つは言い方かもしれないそう。あと二つ目が Oh my god。 日本語だとカタカナで Oh my god だよねの言葉についてちょっと私が感じたギャップっていうのがあるので、ここでシェアしたいと思います。では早速いってみましょう。じゃあまずそのっていう言葉についてちょっと話したいと思うんですけど、自分が日本に行った時とか、みんなはどうかわからないけど、自分の友達とかも結構インスタグラムとかでなんか日本語と混ぜてなんかマジとかなんかマジアイなんだけどとかチョックとかなんか日本語と組み合わせてっていう言葉を使ったり、ただ単にもなんか言うとかそういうことをよく見るんですよね。でそういうのとかも普通にあと友達同士でもなんかとか言ってるのとか聞くんですけど、皆さんはどうですか？でなんか自分もなんかアメリカに来る前はなんかそのっていう言葉の重みっていうか、なんかそういうの全然感じたことがなくて、ただ多分それは映画とかドラマとかの影響だと思うんですけど、よくアメリカとか海外からの映画って、よく使うじゃないですか、そういうとか言うとか使うじゃないですか。だからなんか普通に使えるんだって思ってたんですね、自分も。でもなんかアメリカに来てなんかそのっていう言葉がすっごいなんか重い言葉っていうのを知りました。日本語ではねうまく表せないんですよね。同じ言葉がないと思うんですよね。日本語のなんかうざいとか悪い言葉だけどなんかその死ねとかとはまた違う言葉のニュアンスなんですよね。本当に軽々しく口にできるような言葉じゃないっていう感じはするんですよね。友達同士でもすごく仲いい友達同士でたまに言ったりとかもするし、あとはねえどう思う？って言葉はさ、どういう時に使う？なんか幅広いよね。幅広い。なんか怒った時となんかただ冗談でも時とか、本当にさ怒った時とかでもなんかもう感情がってなってなんかみたいな感じの表し方もあるじゃん。であとはなんかちょっと友達同士でさふざけてなんかそのって言葉だけじゃなくてなんかちょっと文章の中にさ入れたりとか、例えば美味しいご飯を食べた時とかなんて言うんだろうね、なんかちょっとその場を笑わせるっていうことも含めて This food is fucking delicious とかそうね、そんな感じでもう使えたりする。自分が日本にいた時の感覚でなんかそのフックって言葉をアメリカで使っちゃうと結構なんか何言ってんのこの人みたいな感じで人によっては見られる時もあるなっていう風に最近感じました。本当にフックっていう言葉は場所を選ぶんだなっていうことを最近じゃないけどアメリカに来てからちょっと学びました。で次に Oh my god、 カタカナだと Oh my god かな。だけどなんかそれも映画とかでもよく使うじゃないですか。だからOh my god って普通に使える言葉っていう感じで私は日本に行った時は思ってたんですね。だけどなんかアメリカに来てから全部のなんか人じゃないですけど、なんかその結構熱心ななんかキリスト教の人たちとかそういう人たちはなんか Oh my God って使うのを避けるっていうようなことがあるんですよね。なんか Oh my God ってそのままの意味なんか神よみたいな意味になるんですけど、なんかその熱心なクリスチャンからするとその神を簡単に口に
することはなんかまああんまし良くないみたいで、だからなんかOh my God の代わりになんか違う言葉をよく使うんですけど、だからなんかそういう人たちの前でなんかOh my God とか言っちゃうと、その怒られとかはしないと思うんですけど、なんかそういうこと言っちゃダメだよとか、あんまし人に言う人はいないかもしれないけど、でもあんましよく思われないっていうのをちょっとびっくりしました。普通になんかみんななんかOh my God って使うと思ってたし、なんかその宗教とかが絡んでくるとかも考えたことがなかったので、ちょっとそれは聞いてびっくりしました。Oh my God の他にもなんかよく驚いた時とかに Jesus とか Jesus Christ とか、なんかそれも神の言葉を使ってるので、それもあんましよく思われないみたいです。熱心なクリスチャンの人の前とか、そういうなんかちょっとそういう場所を選びますね。それはと同じで、その Oh my God もちょっと場所を選んで使わなきゃいけないかもしれないですね。今までなんかそれで怒られたとかそういう経験はないですけど、自分の周りの友達とかも他のなんか人たちも普通にもう Oh my God とかなんかJesus とかもJesus はあんまり使う人聞いたことないけど、でもなんか Oh my God は普通にもう1日に1回ぐらい接客してればもう絶対友達と話してて聞くし、別にそんなになんかもう Oh my God 怖くて使えないとかは別に思わなくていいと思うんですけど、でもその人によって場所によってなんかその Oh my God って言われることでなんかちょっとなんかよく思わない人もいるってことをちょっとシェアしておきたかったので、今日ちょっとシェアしてみました。でなんか Oh my God を使わなくてもなんか Oh my goodness とか Oh my God じゃなくて Oh my gosh っていう GOSH で Oh my gosh とかちょっと濁らす God って言わないで gosh とか goodness とか、あとは Oh my で終わる人もいると思う。聞いたことある。Oh my God じゃなくて Oh my で終わりとか、そんぐらいかな。でもなんか Oh my God ってすごく面白い言葉で、ちょっと話がずれちゃうんですけど、Oh my God って本当にいろんな表現ができる言葉で、なんかその楽しかったり、悲しい時、驚いた時、怒ってる時とか、いろいろなことに使えるんですよね。驚いた時だったらなんかはもう普通になんかもう映画でよく見るなんか Oh my God みたいな感じでみたいな感じで使えるし、ちょっと感情を入れて悲しい時になんかちょっとこういう嫌なことがあったんだよねみたいなこと、結構衝撃的な嫌なことのストーリーを聞いた時になんか Oh my God みたいな感じでちょっと感情的になって Oh my God って言うとなんかそういう雰囲気になるとかで、怒ってる時は声でなんか Oh my God みたいな感じでわーってできるし、なんかゆっくり言ったりとかね Oh my God とか目を開いて Oh my God とか言ったりとかする人もいるし、本当にいろんな表現ができるので、ぜひね、なんかどの人が熱心なクリスチャンとか熱心なその宗教の人とかわかんないから、なんかねOh my God 使うよりもなんか Oh my gosh とか Oh my goodness とかなんか Oh no とかそういう風のをなんかメインに使うようにした方が当たり障りないっていうか、そんななんか不快に思う人もいないのかなとも思います。私は普通に Oh my God ってもう癖みたいな感じで使っちゃったりするので、できるだけね Oh my goodness とか Oh no とかそういう風に使うようにはしてるけど、たまにね出ちゃうかなっていう感じです最初に出てきたねそのフックって言葉も本当に口にしたくないっていう人もいるんですよね。だからフックの話をするときはなんか F ワードとか言ってなんか F の言葉っていう意味で F ワードって言って、なんかあの人がねこの間 F ワード言ったんだよとか言ったりとかもしますよ。はいってことでどうだったでしょうか。私のアメリカに来てちょっと感じた日本とアメリカのギャップっていうか、みんなねなんかそののなんかなんつうのね重さとか知ってるかもしれないですけど、私は全然なんかそれについて知らなくて、基本的に映画とかドラマから見た情報をそのまま受け取って、なんかアメリカだと海外行ったら普通になんか、普通には使おうと思わなかったですけど、普通になんか使えるんだろうなって思ってたんですね。でも実際アメリカに来てからはなんかは結構重い言葉で Oh my God も使えるけどなんか
人によっちゃ不快に思う人もいるんだなってのを知ることができました。なのでね、このちょっと体験を、皆さんにちょっとシェアしたいと思って今回ビデオを撮ってみたんですけど、ブレンさんどうですか？ブレンは何使う？お前なんか驚いた時。わかんない。違う。なんかね、違うよね。なんか俺も雰囲気とかその時のテンションによってなんかお前グッネスとか Oh no 言うけど、こんな感じでその人のねいろんな背景とかもあるから、使えない人使わない人とかいろいろいるので、ぜひちょっとこれを機に皆さんもちょっとオーマイガーとかそういうものについて研究してみてはどうでしょうか。ってことで、じゃあ今日の動画はここまでになります。またちょっとこういうたまにやってるんですけど、ちょっと日本からアメリカに来てちょっと感じるギャップとか、私なりにちょっと感じたことがあったらシェアしていきたいと思うので、よろしくお願いします。この動画面白いと思ったらぜひ高評価ボタンと、もっとちょっと英語のこういう感じの動画見てみたいと思ったら高評価お願いします。あとチャンネル登録とコメントの方もみんなの意見を残してってもらえれば嬉しいです。で、あと下の概要欄に私たちのインスタグラムとか SNS 載ってるので、そこもチェックしてみてください。あと私たちの服の情報とかそういうのもいろいろ載っているのでお願いします。で、ツイッターで私たちに質問募集してるので、ぜひぜひそこら辺もチェックしてみてください。今月末に行われる私たちのオフ会で、そのツイッター上での質問に答えていくっていうコーナーもあるので、みんなで何かあったら質問してください。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイブレン。バイバイ。